ナフ太郎です。今回はですね、ついに国内版の、予約がスタートしたラプターストライクの紹介をしたいと思います。2017年10月26日にですね、タカラトミーさんからですね、国内版の発売が決定しましたので、今回本国版のラプターストライクを紹介したいと思います。よいしょー。うわー、長いですよ。これ長すぎる。マガジンが、2つ入ってましたね。玉ですね。出たバイポッド、本体が1つ、マガジンが、2つですね。バイポッド、こちらがですね、伸縮するみたいですね。最大の長さはこれぐらいですね。ボルト、パーツが入ってましたね。説明書ですね。弾が結構入ってました。18発ですね。片側が白くてもう片方が透明の、マガジンですね。結構すごいクリアな感じで結構綺麗ですね。このマガジン長いですね。これすごい。なんかカチャカチャしますね。聞こえますかね。なんかカチャカチャした音がするんですね。ネジを全部外し終えたので、ちょっと中身を見てみたいと思います。よいしょ。こちらがラプターストライクの中身、すごいですね。あんまり、ナフの中身見る機会はないんですけれども、結構スカスカですね。何がカチャカチャ言ってたんだろう。これ面白いですね。これトリガーでこれマガジンリリースボタンですよね。これ絶対このボタンと、ここがリンクして、マガジン引っ掛ける爪ですね。これ動く仕組みとなってるんですね。よくできてるね。でちょっとカチャカチャ、するイオンをですね確かめていたところ、こちらの何か、なんかの破片ですね。多分なんですけど、ここら辺かどっかの接着面の破片がですね取れて、中で、カチャカチャ空洞を行ったり来たりして、音を発生させていたものと思われます。はい、中の異物を取り除いてカラカラした音がなくなりましたね。はい、いやー、これですっきりですよ本当に。気を取り直してですね、ボルトをはめ込みたいと思います。まず最初にこうやってはめてから入れようとすると、はめられなくなってしまうので、とりあえず本体にボルトを刺してから、こちらのもう片方の方ですねはめないと、外れなくなって、差し込めなくなっちゃうよっていうのが絵で書いてありますね。当たり前っちゃ当たり前の話かもしれないんですけれども、ちょっとね、もしかすると間違うこともあるので気をつけたいところですね。よいしょ。はまりましたね。はまりましたね。こちら、バイポッドですね。こちらの、レールが1個しかついてないんで、こちらにつける感じですね。かっこいいですね、やっぱり。こちらのボタンで伸縮もねできますのでね、1段階2段階、一番短くて
一番短いのが1段階とすると1段階2段階3段階ですね。ちょっと入れてみたいと思います。球を126、これで、6がかけ2で12発、入ったんですけれども、まだ余ってますね。弾が246、合計18発なので、あと6発余ってますね。マガジンに弾を込めたんですけれども、なんかナーフの、弾ってマガジンに入る弾数、ギリギリしか入ってないのが多いので、マガジンが6発だったら弾6発しか入ってないっていうパターンが今までずっとそんな感じだったので、なんか弾がマガジン入れた後余るっていうのはなんか珍しいと思いますね。マガジンをですね、こちらの部分に入れたいと思います。だいたい引いてからマガジン入れるんですけれども、ちょっと引かないで入るか試してみたいと思います。やっぱ入んないですね。引いて、なんかすごいガリガリいましたね。やっぱり引いて、マガジンを入れるみたいですね。なんかすごいガリガリカリカリ言いますね。ここにマガジンが入ります。かっこいい。こちらが、ジャブった時にアクセスする窓となっております。そしてこちらがラプターストライクのサイトですね。はい、なんかこうグレネードランチャーのサイトみたいな感じで、結構コッキングは軽いですね。指でサクサクと、コッキング引けますね。おお、いいね。ちなみに、コッキングジャムった時の解除ボタンがこちらですね。普通のマガジンとかドラムマガジン、そして非純正のマガジンでちゃんと撃てるのかどうか試してみたいと思います。というわけで、ちゃんとはまりましたね。いい感じですね。自重で落下しましたね、これは。続いて、ドラムマガジン。すごい迫力だ。すごい迫力ですね。続いて非純正のマガジンですね。怪しいな。入らない入らない。ちゃんとはまりました。ちゃんとはまりましたよ。とんでもないことになってますけど、なんだこれがダメなのかな。ちょっとこのタイプはダメっぽいですね。これはいけた。ジャムったよ。非純正のマガジンはですね、ちょっ
わかんないですけど、ここら辺の形状でなんか突っかかるのかどうかわかんないんですけど、ちょっとうまく入んないですね。こちらがギリギリ打てたんですけども、なんか変なジャムり方しそうで、もう怖くて使えないですね。唯一この22連の、バナナマガジンはですね、こうなんだろうな、もうほとんどストレートマガジンに近いような形状が幸いしたのか、ちゃんと使えました。こういうねマガジン、純正のマガジンはですね、何の問題もなく使えたので、ちょっとラプターストライクに関してはちょっと非純正のマガジンはあんま使いたくないですね。壊したら壊れちゃうと思うんでね、あんまり無理しちゃうと、これに関して言えば問題はないと思います。はい、こちらラプターストライクの重量なんですけれども、すいません、弾入ってないんですけれども、マガジンがですね2つ、差し込んであって、バイポッドも装着した状態ですね。弾以外はフル装備で、約、1300g 弱ってとこですかね。横が93センチ、横が約93センチで縦が18センチぐらいだ、最長。これだけ大きいんですけれども、1.3 キロと、見た目よりは重くないですね。はい、バイポッドとかマガジンがですね、前の方についているので、ちょっと、前の方に重心は来てますね。はい、初速を計測します。平均がですね 20m/s とですね、国内版のストロングアームの初速がだいたい 18m/s ということで、国内版のナーフに比べれば確かに強いんですけれども、アメリカの、本国版のナーフはですね、だいたい平均が 22m/s ぐらいですので、アメリカ版に関してと比べるとちょっと弱いかなという印象なんですけれども、ですがちょっと威力が弱いとその分ダーツの軌道が安定するという利点もありますので、そういった面で意図的にちょっと威力を落としている可能性もあるかもしれません。はい、そんなわけで、こちらが重工となっておりまして、左側は印字がなくて、サイトの見え方はこんな感じですね。はい、重心の上のサイトはこんな感じなんですけれども、こちらの手前についているボタンを押すと現れるサイトはこんな感じなんですけれども、ぶっちゃけちょっとなんだろうな、ちょっと歪んで見えるんですよね。これどうなんですかね、実用的なのかな。ちょっと見えづらいような気もしますよね。これ、プラスチック透明なのはいいんですけれども、本当に唯一不満があるとすればスコープつけられない点ですよね。かっこいいんですけれどもね、なかなか。はい、バイポッドもこちらの方3段階にね、伸縮できるということで、スナイパーなんだからスコープつけられるようにしてもらいたかったなというのが、一つ残念な点ですね。はい、
というわけで、アキュストライクラプターストライクの紹介でした。いやー、ものすごい長くてですね、こちらアルファフォークの、発展系統も言うべきラプターストライク、めちゃくちゃかっこいいですよね。ただ一つ残念な点は、スコープがつけられない点ですね。やっぱりね、スナイパーライフルってスコープつけるのが、男のロマンっていう感じがしますよね。これも実用的なのかもしれないんですけども、なんかちょっと、サイト越しに見ると透明だけどちょっと歪んで見えたりですね、ちょっと疑問な点はあるんですけども、ただ物自体はめちゃくちゃかっこよくてですね、こちらのストック部分にマガジン差し込める点も、なかなかポイントが高いですね。ナーフが好きで、スナイパーライフルが大好きだという方はですね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。国内版のですね発売がですね、タカラトミーさんから10月26日に、発売が決定しておりますので、説明文からですね Amazon のリンク貼っておりますので、購入予約ご検討してみてはいかがでしょうか。10月26日にですねレギュレーター、ナーフレギュレーターも発売予定ですので、そちらもですね、リンクからチェックしてみてはいかがでしょうか。いやー、5600円ぐらいですかね、 Amazon さんで、国内版のやつが5600円ぐらいで買えるとなると、お得かなと思いますね。国内版というわけで、ナーフアキュストライクラプターストライクでした。最近ですね国内版でもちょこちょこ新型が発売されるので、嬉しい傾向ですね。チャンネル登録だけお願いします。グッドボタンもお願いします。さよなら。